2026年3月、カンボジア南部のポト山、キリングフィールド、その場所で、私は実際に体験した。ガイドが何度も言っていた。日没後は、絶対にここに残るな、と、その言葉の意味を、私はその夜、身をもって理解することになった。追悼塔の前に立った時、空気が変わった。塔の中には、今も無数の頭蓋骨が積み重なっている。ガラス越しに見える白い骨たちは、静かだった。あまりにも、静かすぎた。私は一人だった。ガイドは日暮れと共に去っていた。絶対についてくるな、と言い残して、午前0時を少し過ぎた頃、それは起きた。録音機を回していた私の耳に、声が届いた。英語だった。男の声だった。低く、かすれていて、しかし確かに言葉を発していた。周囲を見渡した。誰もいない。懐中電灯の光の届く範囲に、人影は一つもなかった。声はもう一度、聞こえた。今度ははっきりと、直後、悲鳴が響いた。人間の声とは思えない。引き裂くような叫び声だった。それは遠くからではなく、すぐそこから、追悼塔のすぐ隣から聞こえた。私は走った。振り返らなかった。翌朝、録音データを確認した。マイクには、私の足音と息遣いの他に、確かに別の音が刻まれていた。あの英語の声が、重なって録音されていた。なぜガイドは、この場所を夜間に立ち去れと言ったのか。なぜ彼は、理由を最後まで語らなかったのか。あの夜、私がどうして一人でキリングフィールドに残ったのか。そこには、ある日常の出来事がきっかけにあった。次は、その話をしよう。私は、特別な人間ではない。毎朝、同じ時間に目を覚まし、コーヒーを一杯飲んで、その日の予定を確認する。そんな、ごく普通の日々を送っていた。旅が好きだった。それだけは、少し人と違うかもしれない。仕事の合間に休みを取っては、まだ行ったことのない土地へ向かう。有名な観光地よりも、歴史の重さが染み込んだ場所に惹かれる傾向があった。2026年の春、私はカンボジアに来ていた。プノンペンに降り立ったのは、5月の初旬だった。空気は重く、湿っていた。アジアの熱気が、空港を出た瞬間に肌に張り付いた。それでも、私は気分が高揚していた。その旅のきっかけは、一つの本だった。歴史の授業で断片的に学んだことはあった。しかし、ある夜に手に取った一冊のノンフィクションが、私の認識を根底から変えた。ポル・ポト政権、強制労働、大量虐殺、数字で語られる歴史が、その本の中では人の顔を持っていた。読み終えた夜、私は思った。自分の目で、見なければならない。と、プノンペン滞在2日目の朝、私は現地のガイドと合流した。年配の男性で、物静かな人だった。流暢な日本語を話し、丁寧に観光地を案内してくれた。午後、車はプノンペン郊外へと向かった。目的地は、チョンエク、通称、キリングフィールド。そこには、追悼塔がある。ガラス張りの塔の中に、無数の頭蓋骨が積み重ねられた。あの場所だ。車中、ガイドは静かにこう言った。日没前には、必ず出てください。あの場所は、暗くなってから止まるべきではありません。私は軽くうなずいた。その時は、単なる管理上の注意だと思っていた。閉館時間の話だろうと、そう解釈した。しかし彼は、それ以上の説明をしなかった。なぜ夜間にとどまってはいけないのか、私が理由を尋ねると、彼はしばらく黙り、それからこう言った。理由は、ご自身で感じることになると思います。その言葉の意味を、私はまだ理解していなかった。追悼塔の前に立った時、私の胸には確かに重いものがあった。しかしそれは、歴史への哀悼だった。恐怖ではなかった。あの夜が来るまでは、次は、その場所で私が最初に感じた、小さな違和感の話をしよう。最初に気づいたのは、音だった。追悼塔の前に立ってから、しばらく経った頃のことだ。遠くで虫の鳴く声が聞こえていた。それ以外は、何もなかった。静かだった。静か、過ぎた。熱帯の夜というのは、本来うるさいものだ。カエルの声、草むらを走る小動物の気配、風に揺れる葉の音、それが当然の夜だった。しかし気がつくと、そのすべてが、止まっていた。私は最初、気のせいだと思った。IMG、暗闇の中で一人立つ人物と、遠くに見える追悼塔のシルエット、
次に感じたのは、匂いだった。土の匂いとは違う。花の香りとも違う。何か古いもの、湿った石や、長い年月をかけて積もったものが発する。あの独特の重さを持った匂いだった。それが突然、鼻の奥に届いた。風は吹いていなかった。それなのに、その匂いは確かにそこにあった。どこから来たのかわからなかった。私は無意識に、一歩後ずさりしていた。そして、温度だ。カンボジアの5月は蒸し暑い。夜になっても、空気は肌にまとわりつくように暖かい。それが普通だった。しかし追悼塔のすぐそばに立った瞬間、空気の質が変わった。冷たい、というよりも、温度が抜けた、という感覚に近かった。じわりと、体の表面から熱が奪われていくような、そんな感覚。私はその場で足を止めた。おかしい。でも、認めたくなかった。ここは歴史的な場所だ。感情的になっているだけかもしれない。思い込みが、感覚を歪めているのかもしれない。私は自分にそう言い聞かせた。カメラを手に持ち、もう一度、塔の方を向いた。ガラス越しに、無数の頭蓋骨が並んでいた。昼間に見た時とは、違った。暗闇の中で、月明かりだけを受けた白い骨は、何か別のものに見えた。生きているとか、動いているとか、そういう話ではない。ただ、こちらを、見ている気がした。私はシャッターを切った。録音も、していた。その時点では、マイクに何かが入っていることに、まだ気づいていなかった。それを知るのは、もう少し後のことだ。次の瞬間、私は確かに、見た、確かに、見た。塔の右側、鉄格子の外、そこに、人影があった。ガイドではない。あの人は、もうずっと前に去っていた。観光客でもない。この時間、ここに来る人間はいない。人影は、動いていなかった。ただ、立っていた。私は目を細めた。暗闇の中で、輪郭だけがぼんやりと見える。背が、低かった。子供のような、そんな大きさだった。息を、止めた。心臓が、速くなるのが分かった。足が、動かなかった。逃げようとしているのに、体が言うことを聞かない。膝が、小さく震えていた。人影は、まだそこにいた。月明かりが、雲に隠れた。一瞬だけ、辺りが完全な暗闇になった。そして、月が戻った時、人影は、消えていた。私は、しばらくその場から動けなかった。目が、さっきまで影があった場所に釘付けになっていた。草が、風で揺れている。それだけだった。何もない。何も、いない。見間違いだったのかもしれない。そう思おうとした。夜の闇の中では、木の幹も、草むらも、人のように見えることがある。疲れた目が、存在しないものを作り出すことも、ある。だが、頭の中の別の声が言っていた。あれは、違う。私は録音機を握り直した。ずっと、録音は続けていた。手が、汗ばんでいた。その時、また、聞こえた。声ではない。音だった。低い、くぐもった音。塔の方向から、聞こえた気がした。風の音とは違う。虫の声とも違う。何かが、擦れるような、押し殺したような、そういう音だった。私は塔に向き直った。頭蓋骨が、並んでいる。昼間に何度も見た。あの光景。だが今は、違って見えた。一つ一つの眼下が、暗い穴として、こちらを向いている。100を超える。空洞の目が、同じ方向を向いている。その中の一つが、違う角度を向いていた。昼間は、そうではなかった。私の、記憶では、鼓動が、喉まで上がってきた。体が、石のように固まった。足の裏から、冷たいものが這い上がってくる感覚があった。そして、次の瞬間、声が、した。明確に、言葉として、次のパートで、私はその声の正体と向き合うことになる。声が、した。空気の震えではなかった。言葉だった。意味を持った。言葉だった。私は、動けなかった。足が、地面に縫い付けられたように、1ミリも動かなかった。喉が、完全に閉じた。息をすることも、忘れていた。塔の中の、あの頭蓋骨が向いていた方向。それは、私だった。100を超える空洞の目の中で、一つだけ角度の違うものがあった。それが、こちらを見ていた。昼間には、そうではなかった。私はそれを、確かに確認していた。しかし、今は違う。視線があった。目が、
あった。声は、もう一度した。今度は、はっきりと聞こえた。英語だった。カンボジアの夜に、英語の声が響いた。ガイドも、観光客も、誰もいないはずの場所で、録音機は、回っていた。私の手の中で、震えながら、回っていた。声は、低かった。男の声とも、女の声とも、判断がつかなかった。ただ、それは確かに、人間の声の形をしていた。そして、その声は、私の名前を、呼んだ。日本語ではなかった。英語でもなかった。でも、それは私の名前だった。音として、私の脳が、そう認識した。背骨が、凍りついた。鼓動が、耳の中で暴れた。目の前の塔が、わずかに揺れて見えた。いや、揺れていたのは私自身だった。膝が、細かく震えていた。なぜ、この場所で、なぜ、私の名前を、ガイドの言葉が、頭の中に戻ってきた。日没後は、残るな。理由は、言わなかった。ただ、強く、繰り返した。その目に、恐怖があった。私は今、その恐怖の意味を、理解していた。塔の中で、何かが動いた。音ではなかった。気配だった。空気の密度が、変わった。温度が、下がった。夜風が止んだのに、寒くなった。録音機が、ノイズを拾い始めた。ザ、という音の奥に、何かが重なっていた。私は、その場から走り出すことができなかった。足が、まだ動かなかった。ただ、目だけが、塔を見続けていた。そして、次の瞬間、声は、笑った。それは、確かに、笑いだった。翌日、私は自分の部屋で、あの夜の録音を再生することになる。日常の光の中で聞いたとき、それはさらに、別の顔を見せた。翌朝、目が覚めたとき、私はしばらく天井を見つめていた。カーテンの隙間から、光が差し込んでいた。普通の、朝だった。IMG、朝の光が差し込むホテルの薄暗い部屋、乱れたベッド、窓の外に青い空。なのに、私の手は、震えていた。昨夜のことが、夢だったのかもしれない。そう思いたかった。でも、テーブルの上に置かれた録音機が、それを許さなかった。赤いランプが、消えていた。録音は、確かに、行われていた。私は、しばらく、その機械を見つめ続けた。再生ボタンを押すことが、怖かった。それでも、指は動いた。最初は、風の音だった。木が揺れる。低い音、虫の声が、遠くで鳴いていた。ガイドの足音が、砂を踏む音、そして、沈黙。ガイドが去った後の、あの静寂が、そのまま録音されていた。私の息遣いが、聞こえた。少し早かった。自分でも気づいていなかったが、あの時、私はすでに、緊張していたのだ。IMG、録音機の画面を凝視する手のアップ。薄暗い室内、再生中を示す波形。そして、塔に近づいた瞬間が、来た。ノイズが、重なり始めた。ザ、という音。その奥に、何かが、滑り込むように存在していた。私は、イヤホンを耳に押し当てた。もう一度、再生した。やはり、聞こえた。それは、人の声だった。英語だった。低く、しかし、はっきりと、単語が、2つ、3つ、続いていた。内容は、聞き取れなかった。でも、確かに、人の言葉だった。私は、その夜、一人で、あの場所にいたはずだった。ガイドは、もういなかった。観光客も、誰もいなかった。なのに、録音には、声が残っていた。IMG、キリングフィールドの慰霊塔を遠くから捉えた夜明け前の薄暗い写真。霧がかかっている。私は、再生を止めた。部屋が、急に、狭く感じた。壁が、近かった。空気が、重かった。ホテルの外では、街の音がしていた。バイクの音、誰かの笑い声。普通の、カンボジアの朝だった。なのに、私の中では、あの夜が続いていた。日常が、戻ってこなかった。あの声が、この部屋まで、ついてきていた。私は、もう一度だけ、再生した。そして、今度は、気づいた。声の後ろに、もう一つ、別の音が、重なっていた。それは、笑い声ではなかった。泣いているのでも、なかった。もっと、原始的な音だった。人が、極限まで追い詰められた時に出す。
あの音だった。私は、イヤホンを外した。手が、冷たかった。ガイドが、日没後に立ち去れと言った理由が、ようやく、分かった気がした。ここで聞いたものの正体を、次に、話さなければならない。私は、しばらく、動けなかった。イヤホンを外したまま、その場に立ち尽くしていた。録音データの中に、重なっていた音。あれは、何だったのか。頭の中で、何度も、再生した。声。ではなかった。笑い声でも、泣き声でも、なかった。もっと、奥の方から来る音だった。喉の、さらに奥から、絞り出されるような音だった。人が、もう逃げられないと悟った時、ただ漏れ出てくる。あの音だった。私は、その正体を、調べることにした。帰国後、録音データを、専門の音響技術者に渡した。解析には、3週間かかった。結果が届いたのは、2026年の4月だった。報告書には、こう書かれていた。音声層は、複数存在する。最も表層にある音声は、明瞭な発話と判断できる。しかし、その下に、別の音響パターンが確認された。別の、音響パターン。技術者は、続けてこう記していた。仮想の音は、人間の声帯が発する周波数帯と一致する。しかし、発話の構造を持たない。意味を持つ言語としては、分類できない。意味を持たない。声。それが、あの夜、重なっていたものの正体だった。私は、報告書を読み返した。何度も、読み返した。そして、気づいた。技術者が、一箇所だけ、言葉を濁していた。報告書の最後の段落に、短い吹きがあった。なお、仮想音の録音時刻を確認したところ、機材の内部時計では午前0時3分を示している。この時刻において、現場に人間が存在していたかどうかについては、確認できない。午前0時3分。私が、あの声を聞いた。まさにその時刻だった。機材は、嘘をつかない。録音は、確かに、何かを拾っていた。ガイドが、日没後にあの場所を去れと言った理由。それは、恐怖心を煽るための言葉では、なかったのだと思う。あの場所には、夜になると、何かが、戻ってくる。声を持たないはずのものが、声のような音を、出す。ここで命を奪われた人々が、まだ、あの場所に留まっているとしたら、私に向かって、声を重ねてきたとしたら、なぜ、私だったのか、それだけが、まだ、わからない。次に、私は、その問いに向き合わなければならない。あの夜、最後に起きたことと、共に、それが、最後の夜だった。ガイドが去り、懐中電灯の光だけが、私の周りに残されていた。追悼塔の中には、何千もの頭蓋骨が、積み重なっていた。ガラスの向こうから、こちらを見ている。そう感じた。私は、録音機を止めようとした。しかし、手が、動かなかった。その瞬間だった。声が、聞こえた。英語だった。低く、かすれた。男の声だった。Why are you here? なぜ、お前がここにいる。そういう意味だった。私は、振り返った。誰も、いなかった。懐中電灯の光が、塔の表面を照らしていた。頭蓋骨が、並んでいた。風も、なかった。虫の声も、止まっていた。世界が、息を飲んでいるような、静寂だった。私は、足が震えているのに、気づいた。それでも、録音機は、回り続けていた。次の声は、女性だった。泣いているような、声だった。言葉ではなかった。ただ、おえつのような、音だった。それが、塔の方向から、聞こえていた。私は、後ずさりをした。一歩、また一歩、草が、足元で音を立てた。その音だけが、現実だと思った。しかし、次の瞬間、叫び声が聞こえた。短く、鋭い、悲鳴だった。一人ではなかった。複数の声が、重なっていた。英語で、何かを叫んでいた。私には、聞き取れなかった。いや、聞き取りたくなかった。録音機を握りしめたまま、私は走った。入り口に向かって、ただ走った。夜の暗闇の中を、転びながら、走った。翌朝、録音を再生した。私の足音が聞こえた。私の呼吸が聞こえた。そして、その下に、重なるように、あの声が、入っていた。Why are you here? 繰り返されていた。3回、同じ声が、
同じ言葉を言っていた。私はヘッドホンを外した。手が震えていた。ガイドは言っていた。日没後は絶対に残ってはいけない。と、理由は教えてくれなかった。今ならわかる。理由を知ってしまったら誰も行けなくなるからだ。あの場所で命を奪われた人々はまだそこにいる。声を持たないはずなのに声を出している。言葉を持たないはずなのに言葉を使っている。そして訪れた者に問いかけてくる。なぜお前がここにいると私には答えられなかった。あの夜からその問いはまだ私の中に残っている。次回、私はあの夜の後に起きたことを話さなければならない。帰国してから始まったあの出来事と共に帰りの車の中で私は一言も喋れなかった。ガイドは何も聞かなかった。ただハンドルを握りながら前だけを見ていた。その横顔が何かを知っているようなそんな表情をしていた。宿に戻ったのは深夜の2時を過ぎていた。シャワーを浴びてもあの空気が体から離れなかった。土の匂いがまだ鼻の奥にあった。あの声がまだ耳の奥にあった。翌朝、私はガイドに改めて話を聞いた。あの場所で日没後に残ることをなぜ止めたのかと。ガイドは少し間を置いてから静かに答えた。以前にも同じことをした旅行者がいたと。その人は翌日何かが変わっていたと。具体的には言わなかった。ただ目が違っていたとだけ言った。私はその言葉の意味をすぐには理解できなかった。しかし帰国してから少しずつ分かってきた。日本に戻った最初の夜、私は夢を見た。広い赤茶けた土の上に私は立っていた。周囲には誰もいなかった。風も音も何もなかった。ただ遠くにあの塔が見えた。白く静かにそびえていた。そして誰かが私の名前を呼んだ。日本語ではなかった。英語でもなかった。聞いたことのない言語だったのに意味だけが頭の中に流れ込んできた。忘れるなと。その夢は3日続いた。4日目の朝、夢は止まった。しかし代わりにあの音声記録のことが頭から離れなくなった。私はもう一度あの夜に録音したファイルを開いた。ヘッドフォンをつけて音量を上げて静かな部屋で聞いた。最初の声はやはりそこにあった。しかし今度はもう一つ気がついたことがあった。その声の直前、ほんの一瞬だけかすかな息遣いが入っていた。吸う息ではなかった。吐く息でもなかった。止まっている息だった。私はその部分を何度も聞いた。その度に背筋が冷えた。あの場所で命を奪われた人々はまだそこにいる。声を持たないはずなのに声を出している。言葉を持たないはずなのに言葉を使っている。そして訪れた者に問いかけてくる。なぜお前がここにいると。私には答えられなかった。あの夜からその問いはまだ私の中に残っている。次のパートで私はこの旅の最後に起きたことを話さなければならない。それはエピローグであり終わりではなく始まりの話だ。あの夜からもう少し時間が経った。カンボジアから帰国して日常は戻ってきた。仕事も食事も会話も何もかもが元通りになったように見えた。でも私は知っている。何かが変わったままだということを。IMG、夜中にふと目が覚めることがある。理由はわからない。ただ目が開く。そして暗闇の中で耳を澄ましてしまう。あの塔の前で聞いたあの声を探すように。英語だった。確かに英語だった。でもあの場所に私以外の人間はいなかった。ガイドは日没後にここを離れろと言った。その理由を私はあの夜体で理解した。IMG、録音データは今も手元にある。何度も聞き返した。重なって聞こえたあの音は消えていない。編集していない。加工もしていない。ただそこに記録されている。説明できないまま残っている。IMG、チュン、エク、コープさん。あの丘の上の白いと内側に積まれた8000を超える頭蓋骨。彼らは名前を奪われた。声を奪われた。存在を歴史の中に埋められた。それでも何かが
残っている。場所に、空気に、闇の中に、IMG。私がこの動画を作ったのは、怖い話をしたかったからではない。忘れてはいけないと、思ったからだ。あの場所で起きたことを、あの夜、私が感じたものを、そして、今もそこにいる。誰かのことを、IMG。旅は、終わった。でも、問いは終わっていない。なぜ、お前がここにいる。その問いに、私はまだ答えられていない。きっと、一生、答えられないと思う。それでいいと、今は思っている。答えられないまま、覚えていることが、せめてもの誠意だから。IMG。また、あの感覚が戻ってくることがある。背中に、視線のようなものを感じる夜がある。振り返っても、何もない。でも、確かに、何かがそこにある気がする。あの丘は、遠い。でも、何かは、ずっと近くにいる。これが、エピローグだ。終わりではなく、続きの話だ。